こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日はシンクパッドの代名詞ともいえる赤いポッチのトラックポイントがないシンクパッド X914 Gen 1オーラエディションをレビューします。昔からトラックポイントを愛用している方は、こんなのはシンクパッドじゃないと感じているかもしれません。トラックポイントがあるからシンクパッドを使っているというユーザーも多いでしょう。私も外出用のノートパソコンにはシンクパッド X1 カーボンを使用していて、トラックポイントは欠かせないパーツなので、そう思う部分はあります。ただ、トラックポイントは動かしていないのに勝手に動いてしまうことがあり、操作が苦手というユーザーも一定数います。また、タッチパッドには慣れているけど、トラックポイントは使用したことがないというユーザーもいるでしょう。そういった方がシンクパッドブランドのモバイルノート PC を購入したいという場合に、本製品はおすすめです。トラックポイントがない代わりに、タッチパッドの面積が非常に大きくなっており、タッチパッドでの操作がしやすいです。また、インテル Core Ultra 200V の省電力プロセッサーを搭載しつつ、17万円台から購入することが可能で、コストパフォーマンスも高いです。同じ CPU を搭載し、同じ画面サイズのシンクパッド X1 カーボン Gen 13の場合は、23万円台からとなっているので、だいぶ安くなっていることがわかります。このプロセッサーを搭載したモバイルノート PC としては最安レベルです。インテル Core Ultra 200V を搭載するメリットは、バッテリー駆動時間が非常に長くなることです。当チャンネルで計測した動画編集中にプレビュー再生させた時のバッテリー駆動時間は10時間46分でした。バッテリー駆動時間は使い方によって大きく変わりますが、調べ物をしながら資料を作ったりするような一般的な使い方だと、このくらいのバッテリー駆動時間になると思います。同じ方法で計測した旧世代の CPU を搭載したモバイルノート PC のバッテリー駆動時間は6、7時間くらいであることが多く、これらの PC と比べると本製品のバッテリー駆動時間はだいぶ長くなっています。従来のシンクパッドのキーボードと比べて、本製品のキーボードはどうなっているのか気になる方も多いでしょう。本製品のキーボードは普通のノート PC と比べた場合はタイピングしやすいと思います。ただ、シンクパッド X1 カーボンなどと比べると打ちやすさは落ちると思います。理由としては、まず矢印キーが一段下がっていません。シンクパッド X1 カーボンは矢印キーが少し下がっているので、見なくても探しやすいのですが、本製品は下がっておらず、かつ上下の矢印キーの縦の幅がやや狭いです。また、バックスペースキーの上に電源ボタンがあるせいで、デリートキーがやや左にずれており、デリートキーを押すときに間違って電源ボタンを押しやすいです。なお、電源ボタンは強めにかつ少し長めに押さないと反応しないので、タイピング中に誤って触れてしまっても反応することはありません。また、ファンクションキーの F4 と F5 の間や F8 と F9 の間が他より広くなっていません。F8 や F9 などには内側にちょっとだけ切り込みが入っており、少し分かりやすくなっていますが、パッと見ではほぼ分かりません。そのため、ファンクションキーがやや探しにくいです。ただ、キートップは湾曲しており、バックスペースキーや半角、全角キーなどよく使うキーは大きくなっているので、普通のノート PC よりはタイピングしやすいです。タッチパッドについては大きくて使いやすいです。MacBook のような感圧センサーを内蔵したハプティックタッチパッドとなっており、表面を押すと触覚フィードバックによりクリックしたかのような感触が指に伝わるようになっています。インテル Core Ultra 200V のプロセッサーはグラフィックス性能が高めなのもメリットです。今回 Core Ultra 5 226V を搭載しており、グラフィックス性能の指標となる 3D マークナイトレイドのスコアを見ると、 CPU 内蔵グラフィックスとしては高いスコアが出ています。 Core Ultra 7 258V であればさらに高いスコアが出るでしょう。実際に原神をプレイしてみても、画質設定を低にすれば 60fps 前後の平均フレームレートが出ます。このクラスの軽いゲームであればプレイすることができます。ただし、モンハンワイルズのような重いゲームは無理です。そのようなゲームをするときは素直にゲーミングノート PC を購入しましょう。ディスプレイは有機 EL を搭載しており、色が鮮やかで黒の表現力も高く、画像や映像がとても綺麗です。解像度は 1920×1200 と 2880×1800 の2種類あります。
個人的にはペンタイル配列の有機 EL で 1920×1200 程度の解像度だと小さい文字が見にくく感じるので 2880×1800 のディスプレイの方がおすすめです。ただ 2880×1800 のディスプレイにすると価格が2万円ほど上がるので、予算がなければ 1920×1200 でもいいと思います。なおどちらも有機 EL なので肉眼では見えないと思いますが、フリッカーがあります。体質によっては目が疲れやすいかもしれません。インターフェースはご覧の通りです。両側面に USB4 があり、ディスプレイポートおよびパワーデリバリーに対応しています。 HDMI は 4K60Hz での出力をサポートしています。ただし USB-A ポートや SD カードスロットはありません。これらのポート類はエンジンハブという出っ張りに搭載されています。個人的にはこの部分の出っ張りはややダサく感じました。重量は約 1.21kg からとなっています。最新のシンクパッド X1 カーボンが 1kg を切ったことを考えるとやや重いですが、十分持ち運べる重量です。内部はご覧のようになっています。メモリは CPU に統合されているので交換することはできません。 SSD はタイプ2242のものが搭載されており交換可能だと思います。空いている M.2 スロットはありません。なおネジを緩めると底面カバーが浮いてくるので外しやすいです。価格は冒頭で少し紹介した通り Core Ultra 5 226V16GB メモリ 256GB SSD1920×1200 ドットの有機 EL の構成で17万円台からとなっています。ただ 256GB SSD だとちょっと少ないので 512GB にするといいでしょう。 512GB にしてさらにディスプレイを 2.8K にしても価格は20万円台です。インテル Core Ultra 200V を搭載したモバイルノート PC としては安い方だと思います。以上がシンクパッド X914 Gen 1オーラエディションのレビューでした。トラックポイントのないシンクパッドブランドのモバイルノート PC です。トラックポイントがない代わりにタッチパッドは大きくて使いやすく価格も抑えられています。トラックポイントが苦手な方やタッチパッドに慣れているユーザーがシンクパッドに乗り換える場合に適していると思います。インテル Core Ultra 200V の省電力プロセッサーを搭載しつつ価格が安い点も大きな特徴です。この CPU を搭載することでバッテリー駆動時間が長くなるため、バッテリー駆動時間を重視しつつ価格が安いモバイルノート PC を探している方にもおすすめです。最後に何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。